凹凸の凹んでるところですね。が残るんですよね、色が。こうなりますよね。それよりも、こっち薄いじゃないですか。こんな感じで溶剤を染み込ませて、こう拭くと。塗り重ねていくうちに、1回目の色が落ちてくるんですよね。下の方が濃くなるようにっていうグラデーションですね。で、塗っていると。怖い人がいる場合は、ちょっと何そんなとこに汚いの置いて、みたいに怒られちゃうんで、こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、この WPL Japan の C54、こちらの、塗装例の紹介っていう感じになるんですけど、続きですね。今までいくつかの動画を経て、最初がツートンカラーの塗装例の紹介で、このグレーと黒のツートンカラーで塗りましたと。で、もちろんそれ概要欄に貼っておくので、まだ見てなくて気になる方はですね、ぜひチェックしていただければと思います。で、その後、このシールがいっぱい貼ってあるんですけど、これがドレスアップシールですね、の、紹介の動画でシールを貼りましたと。で、その動画の中でもお伝えしてたんですけど、引き続き、これが今回やることなんですけど、汚し塗装ですね。汚し塗装を、しますというふうに言ってたんですけど、それを実際にやっていきたいなと思います。で、今回はですね、工程の数で言うと、4工程でちょっとやってみようと思うんですけど、それは全部やらないとダメっていうわけではなくて、できるところまで良ければですね、参考にしていただいて、もし、やってみようかなという場合には、4工程のうち1工程だけでもいいですし、2工程まででもいいですし、まあ実際に見ていただいて、どこまでやるかっていうのは、途中まででも全然、そこまでの効果っていうのは得られるので、良ければですね、参考にしていただいて、やってみようかなという方はぜひやってみていただければと思います。で、その4工程の内容を最初にざっとお伝えしておくと、1工程目がエナメル塗料を使って暗めのですね、汚しを入れて、まあ、あえて作業の名前を言うとフィルタリングになるのかな。もう全体を塗って、ウォッシングだ。ウォッシングですね。全体を塗って、こう、落とすっていう。で、これ自体はもうかなり前の動画になるんですけど、このボディですね。ちょっと後ろ今ないですけど、このボディの汚し塗装で紹介したやつなんですけど、今回のその1工程目だけを施したっていうのがこれですね。例えばこれだったら黄色を塗りました。で、その後1工程だけ汚し塗装をしてるんですけど、ウォッシングって言って、この、なんか汚いですよね、これ。こことか見るとよくわかると思うんですけども、この汚い色をエナメル塗料っていうやつで、こうべちゃべちゃべちゃっと塗って、でそれを拭き取る。で、拭き取ると拭き残しがあるんで、その拭き残しが、この、ちょっと味が出た感じで残るというのが、まあ、ウォッシングっていうような感じで言われる、技法っていうと大げさですけど、そういうやり方があるんですね。で、今回は、その、ウォッシングっていうのを、まず最初に、ちょっと軽めに、これちょっと動画で紹介したっていうのもあって、結構大げさにやってあるんですけど、今回は、この C54 に、1工程目として、ウォッシング、暗めの色を使って、まあ、主な目的としては、凹凸ですね。この造形を目立たせるっていう、立体感ですよね。立体感を出すっていうのと、あとは、まあ、やっぱりそれなりのやれ感っていうか、ちょっと使い古した感じっていう、こう新車のピカピカ状態じゃないですよっていう、雰囲気を出すっていうところかなと思うんですけど、そのために、まず暗めの色でウォッシングをする。で、2工程目以降はですね、まあ、今回は、その、砂ぼこり、土ぼこりで汚れたような表現っていうのを、一つの例としてですね、やってみようと思っていて、2、3、4はもうそのためにやるっていう感じなんですけど、2工程目は同じような感じ。1工程目で暗めの色でウォッシングをするんですけど、2工程目も本当に同じような感じで、ベージュ系の色ですね。ベージュ系の色で、またウォッシングをちょっと被せるっていう感じ。そうすると、1回目で暗めの色でウォッシングしたところに、2工程目で、まあ、それに対してちょっと明るめっていうか、まあ、単純に砂ぼこりを表現するような、目的ですよね。そのためにベージュを重ねるっていうので、結構、深みっていうと、これまたちょっと大げさなんですけど、なんかちょっと、1色だけでウォッシングするよりも、2色でウォッシングした方が、結構、雰囲気がですね、なんか、いい感じになるんですよ。ちょっとこれはもうやりながら見ていただければと思うんですけど、で、3工程目は、
さらにですね、これはフィルタリングっていう言い方になるのかな。ウォッシング1回します。で、2回目のウォッシングします。で、その後にですね、3工程目で、ちょっとエアブラシを使うんですけど、エアブラシを使って同じくベージュ系の色でですね、こう、さーっと吹きかけちゃうんですよ。薄く。色を塗るのに比べると、もう本当に、こう、薄めにさーっとかけて、ちょっとグラデーションをかけるっていう感じです。で、実はもうやってあるやつがあるんで、ちょっとそれ先に見せちゃうと、この車体ですね。この車体がそれをやってあるんですけど、よく見ていただくと多分わかると思うんですけど、ここなんか暗い色が入ってますよね。これがさっき言ってた1工程目のウォッシングです。暗い色でウォッシングしました。で、この辺とか見ると多分わかると思うんですけど、なんか、ベージュ系の茶色っぽいのが、この辺とかもそうですよね。なんか、残ってますよね。これが2工程目っていう感じ。で、3工程目の、その、薄くベージュ系を吹きかけてあるっていうのが、こう、下からやってあるんですけど、なので下側が濃いんですけど、この辺がですね、なんか、薄く茶色くなってますよね。で、タイヤもやってあるんですけど、これが、その、エアブラシを使って、ベージュ系の色をですね、ファーっと吹きかけて、ちょっとグラデーションにしてあるっていう。下が濃いんですね。下が濃くて、上はほとんどかけてないです。っていうような感じで、やってありますと。これを今回3工程目っていう感じでやろうと思ってます。で、ここから先は、この車体はちょっとやってないんですけど、4工程目ですね。泥跳ねを、こう、ファーっと吹きかけるだけじゃなくて、さらにその後ですね、もう明らかに泥がビチャビチャっと跳ねたような表現ですね。スパッタリングでしたっけって言うと思うんですけど、なんかあんまりすいません。専門的な名前わかんないですけど、確かなんかスパッタリングって言うと思うんですけど、なんかシャビシャビにちょっと溶いたベージュの色をですね、筆の先でピッピッピッとこう、かけるような感じでやるんですけど、そこまで、やろうと思います。はい。というわけで、今回ですね、そんな感じで4工程、やっていきます。ただ、動画自体はもうパパパッと、飛ばし飛ばしというか、要所要所だけお伝えしていくような感じでやっていこうと思ってますので、もしよければですね、参考にしていただければと思います。はい。じゃあ、まず1工程目ですね。もう、うちの動画では結構お馴染みになってきてるんですけど、この、秘伝のタレとか言ってふざけて言ってるんですけど、この秘伝のタレですね。これを使うんですけど、ちょうど今回、残り少なくなってきているので、これをちょっと継ぎ足すところからやろうと思うんですけど、いつも大体混ぜている色が3色ですね。この黒、フラットブラック。タミヤさんのエナメル塗料のフラットブラックとレッドブラウン。これ茶色なら何でもいいですね。フラットブラウンでもいいですし、春レッドとかでもいいですし、こう茶色系なら何でもいいと思います。で、グレーですね。なぜかこれスカイグレーなんですけど、これもですね、普通のグレーで全然問題ないです。なんか、多分たまたまこれがあったからこれ使ってるだけなんで、こんな感じでざっくりですけど、まあ、黒は黒がいいと思うんですけど、黒で茶色系、グレー系、これを、まあ、大体、ほんと適当なんですけど、1対1対1ぐらいでいいと思います。で、ちょっと様子見て、どれかの色を足すっていうのは、まあ、お好みに応じて、やっていただければいいんじゃないかなと思います。もう、こんな感じで、これ100均で売ってるプラスチック製のマドラーですね。コーヒーとかかき混ぜるやつですね。これを使って、これ100円でめちゃくちゃたくさん入ってるんで、こういう時便利ですね。これでこう適当に混ぜて、1対1対1って言っても厳密に測るの難しいんで、もう僕はこれでこうやって取って、ここに適当にこんな感じでもう、こんな感じですね。こんな感じでベターっと入れて、で、茶色も一緒ですね。茶色も適当に混ぜて、同じ回数分ぐらい、ここからベターっと入れて、で、もちろんグレーも一緒ですね。適当に混ぜて、ベターっと入れると。で、あとはもう結構、この溶剤でですね、これちょっとこういう容器に入ってますけど、タミヤさんの当然エナメル用の溶剤ですね。をもう適当に結構シャビシャビになる感じで入れて、で、よく混ぜて、
で、これをですね、もう、この車体にペタペタ塗っていくんですけど、ちょっと気をつけた方がいいですよっていうのが、ちょっと今回はもうばらさずにこのまま塗っちゃうんですけど、こんな感じで。この時に、ちょっと茶色強すぎましたね。こんな感じで実際塗ってみて、なんか思った色と違うなって感じになったら、やっぱり黒がちょっと足りなかったみたいなんで、黒足しますね。はい、黒足しました。まだ足りない気がしますけど、まあ今回はこれでやっちゃいます。こんな感じで拭いた時どうなるかっていうのも見ながらですね。なんかちょっと土っぽいですね。もうちょっと黒い方がいいかな。そうですね。黒が2ぐらいですね。黒に茶色1、グレー1ぐらいです。で、あとは適宜調整してくださいっていう感じで。で、最初はですね、これあくまで僕のやり方でなんで、本当に一個人の一つのやり方っていう感じなんで、本当に参考までにって感じなんですけど、先にですね、ちょっと濃いめの色で、墨入れをしちゃいます。ここで。こんな感じで。なので、こういうドアの、こういう隙間のところですよね。こういうところに、こうちょんって入れると、毛細管現象って言って、この細いところ、ちょんってやると、ピューって入ってくんで、自然に。これで、こういう本来墨入れしたいなっていうところですよね。そういうところをこれでこう先になぞっちゃいます。で、本当は丁寧にやるんだったら多分ボディはバラした方がいいですね。バラした方がいいんですけど、僕個人的にこう組み上がった状態の方がなんか全体のバランスが見やすいなっていうのがあって、個人的には結構この組み上がった状態で汚し塗装をするのも結構好きですね。やりやすいですね。で、あとはこういう凹凸のところですね。例えばこうやって塗るじゃないですか。こういうとこ塗って、ちょっとあえて今先に拭き取ってみるんですけど、これまだ乾いてないんで結構簡単に拭き取れるんですけど、こうやって拭き取りますよね。拭き取ると、こんな感じで凹凸の凹んでるところですね。が残るんですよね、色が。そうすると、これが完成品見た方が早いかもしれないですけど、こういうところですよね。こういうところが、ちゃんと、凹んでるところが凹んでますっていう風に分かりやすくなるんですよね。なので、こういうちょっと凹んでるところで、凹凸を強調しときたいな、みたいなところを、重点的に、この濃い色の状態で、先に塗ってしまいます。この時ちょっと、組み上がってる状態の時はですね、注意した方がいいですよっていうのがありまして、こういうクリアパーツのところですね。クリアパーツのところに濃いめのやつをべちゃって入れると、さっきの毛細管現象っていうので、もう中の方にびっくりするぐらい入ってっちゃうんですよ、塗料が。で、クリアパーツの裏側に回って、すっごい汚くなっちゃうことがよくあるんですよ。なので、この周りはちょっとやらない方がいいですね。このビチャビチャっていう状態の時は。で、後でまたちょっとこの周りはですね、やるんで、ちょっと一旦避けときます。なのでもう、こう、塗ったとしても、ここぐらいまでですね。これぐらいまで。これより先にはもういかないぐらいでやった方がいいですね。なので、凹凸があるところ、こういうところを塗っていくんですけど、こうやって。こう塗っていくんですけど、ここには触れないみたいな。フロントも一緒ですね。この、ライト周りは、やらない方がいいと思います。ただ、今回ちょっとパーツがここ分かれてるんで、ここまでは大丈夫かな。ここまでは大丈夫で、この黒より先のオレンジと黒の間、ここに塗っちゃうと、ビャって後ろに回っちゃうんで、それはしない方がいいんじゃないかなと思います。で、後でこう拭き取るときに、自然とこう、なんていうのかな、避けてたところにも色はちゃんと回るので、そんなに気にしないで、大雑把に避けて作業は進めちゃって問題ないんじゃないかなと思います。で、こんな感じで濃い色でへこんでるところをこう塗り進めつつ、この
タレをですね、ちょっと薄めるんですよ。こう、溶剤で、薄めて、そうすると、薄めたやつは、こんな感じになりますよね。すっごい薄めてるんで、こんな感じ。濃い状態だと、こうなりますよね。それよりも、こっち薄いじゃないですか。このすごいシャビシャビの薄い状態で、全体を塗っていくと。ちょっと繰り返しになりますけど、こうやって塗り進めつつ、濃く入れておきたいなっていう、もはや墨入れなんですけど、これ。墨入れしておきたいなっていうところは、この、さっき作った瓶の濃い方ですね。瓶の濃い方から取って、こう墨入れしていくと。で、あとは、だいたい、下の方ですね。下の方ほど濃く汚くしておくと、結構立体感が出やすいので、こう全体で見たときには、下の方ほど濃いめに汚しとくといいと思います。じゃあこんな感じでどんどん塗り進めて、こんな感じで、まあ大体要所要所塗れたらですね、もうここから、ウォッシングっていうぐらいなんで、もう綺麗に、なるべく綺麗に拭いていくみたいな。汚しといて拭くみたいな感じの作業になるんですけど、本当はウエスって言って、着古した T シャツの布切れとか、そういうのがあると、それでやればいいんですけど、ちょっと今回ないので、このペーパータオルですね。スコットっていうところのペーパータオルで、キッチンペーパーの超分厚いやつみたいなやつなんですけど、ちょっと今回はこれで代用していくんですけど、まあ、これも、結構便利ですね。最悪、ティッシュでもできます。ここに溶剤をつけます。今これ半乾きぐらいなんですけど、乾かした状態でもいいですし、もっと乾いていない状態でもいいですし、その辺はちょっとやりながらですね、自分のやりやすいタイミングでいいと思います。で、この今つけた溶剤使って、ちょっとここ拭いてみますね。こう拭くと、こんな感じで取れるんですよ。で、これで、もうここからは好みになるんですけど、どこまで拭き取るかっていう感じですね。で、だんだん拭き取っていくうちに、あ、これいい感じだわっていうところが来ると思うので、まあ、そこまででやめておくっていう感じですよね。こんな感じで溶剤を染み込ませて、こう拭くと。で、この拭くときに、全然塗ってなかったところにも、ちょっと行き渡るっていうイメージですね。こんな感じで。で、この時に、こういう凹凸のところにどれぐらい残すかっていうのを、まあ、好みで調整していくって感じですね。かなり強めに拭き取ると、こっちみたいな感じですね。で、汚めに残すと、こっちみたいな感じになるっていうような感じですね。今回はちょっとあんまり汚くしないように、結構ちゃんと拭き取るっていう感じでやろうと思います。あと、こういうところもですね、今回結構綺麗に拭き取っちゃうんですけど、その前にちょっと参考までにやっておくと、この溶剤染み込ませます。で、この状態で縦方向ですね。縦方向にこう拭き取ると、いかにもめっちゃ汚れてますみたいな感じになるんで、すごい汚れた感じにしたいときは僕は結構このやり方で、そんなにめんどくさくなくて、意外と手軽にできていい感じの雰囲気が出るんで、こんな風にやるときもあります。それでやったやつが、最近作って紹介してたこのトートラックのこの辺がそうですね。この辺が、こう一回汚して塗って、で、今みたいにこう縦方向に拭き取るっていう風にして残した感じがこの辺です。こっちの方がわかりやすいかもしれないです。この辺ですね。この辺が、ちょっと色違うんですけど、これ茶色でやってあるんですけど、体色表現って言ってなんか色あせた感じにしたかったんで、これは茶色でやってあるんですけど、やり方としては今みたいな感じで、一旦全部一面塗って、で、縦方向だけで拭き取るみたいな感じにして、そうするとこういう感じの残り方になります。じゃあ今回は結構綺麗にしちゃうんで、もうこのまま、こう結構
あんまり、向きとかもあんまり気にせずにガンガン拭き取っちゃいます。この辺とか分かりやすいかもしれないですね。こう、もう、ピチッと、今まだそんなに拭き取ってないんで、これ分かりやすいと思うんですけど、立体感が出ますよね。ここ、何も色がないと、ここにライン、プレスラインがあるっていうの分かりにくいんですけど、このウォッシングっていうのをすると、こうやって溝に色が残るんで、こう、形が分かりやすくなるっていうか、立体感が出るんじゃないかなと思います。ちょっと今回はもうちょっと拭き取っちゃいますね。はい。で、あと、こういう凹凸が結構複雑な場所で、ペーパータオルとかウエスで拭き取るのが難しい場合ですね。こういうところは、筆ですね。筆で、こう、溶剤を取って、で、筆でこう、こすってあげると、取れるので、これで、なんか筆で拭き取るって感じです。でやると、綺麗になります。結構慣れてないうちは、この筆でやった方がやりやすいかもしれないです。こんな感じで。こんな感じですね。はい。じゃあ、あと、もうここからはですね、学生時代の美術の時間みたいなもんなんで黙々と自分の作品を仕上げるって感じで、思い思いの、やり方で、こう、やっていけばいいと思いますので、で、やっていくうち、いろいろこう、いろんなやり方を試していくうちに、自分なりの、このやり方でやると、いい感じになるわ、みたいなのが結構編み出されていくんで、ちょっとぜひいろいろ試していただければと思います。あと、これ今、ここ、墨入れしときたかったところは取れちゃったりしてるんですけど、こういう時はまたやり直せばいいですね。溝の中に暗い色残しときたかったのに、ここみたいに取れちゃったって時は、もう一回こう墨入れして、で、他のところ作業してるうちに結構乾くんで、で、今度は気をつけて中まで拭き取らないようにするみたいな感じで調整していけばいいんじゃないかなと思います。はい、一旦ですね、こんな感じで、一通り拭き取ったり、筆でですね、筆に溶剤を取って、それで、こう、ちょこちょこちょこっとやって、調子を整えたりっていうのをしながら、こんな感じになりました。で、ちょっと作業していて、ここのテールレンズですね。テールレンズはちょっと取っちゃいました。本当はつけっぱなしでできたら楽だったんですけど、ちょっと今回はテールレンズの縁の黒い枠のところですね。あそこをガンダムマーカーで塗ってあったんですけど、エナメルの溶剤で結構簡単に取れちゃったんで、これはダメだなっていうので、ここは外してですね、作業をしました。で、引き続き、ここは外したままで作業を、していこうかなと思います。で、この時点でですね、まだ強く暗い色塗ったエナメル塗料ですね。エナメル塗料が強く残っちゃっていて、もうちょっと薄くしたいなっていう場合なんですけど、ちょっと2パターン、今回の場合ですね、説明したいところがあって、1つ目は、次の工程をしない場合、このウォッシングだけで今回は、終わりにするよっていう場合は、もう、濃く残ってしまったところは取るしかないので、エナメル溶剤ですね。エナメル溶剤をこう筆に取って、例えば、今回で言うと、この辺がまだ強いなと思って、もうちょっと薄くしたいなっていう場合は、ここをですね、このエナメル溶剤をつけた筆で、こう、ちょっとちょこ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 ってこう、溶剤を染み込ませるようなイメージですね。で、こうやってやると、ちょっと薄くなるんですよ。溶けて。で、これをした後に、また、ウエスとか、ティッシュとかでいいんで、で、こう、ポンポンポンってやると、変に調子を崩さずに、薄くするっていうのができるので、そんな感じで調整をしていただくといいんじゃないかなと思います。これが一つ目ですね。で、もう一つは、第二工程、今回の2個目の工程までやるよっていう場合ですね。その場合は、この後に
もう本当に同じような工程をしますので、そこで、今回1回目はこれ暗い色でやってますけど、次に使う色が、ベージュ系の色で、これよりもだいぶ明るい色になりますので、それがまた本当に同じような場所に乗るんですよ。なので、この時点で、ちょっと、この暗い塗料が濃いめに残っちゃったなっていうところも、第2工程まで進んでやる方は、そんなに気にしなくても、その時点でまた調整はできるので、そんなに気にしなくてもいいかなと思います。ある程度で大丈夫だと思います。それが2つ目ですね。はい。では、ここから引き続き第2工程の方ですね。ベージュ系の色なんですけど、それを使って、もうやることは本当に全く同じっていう感じです。単純にベージュ系の色でまた同じウォッシングをするという感じですね。じゃあちょっとやっていきますね。今回手元にあったベージュ系の色がこの2色があったんですけど、多分こっちの方が使いやすいかなと個人的には思います。まあどっちでも同じといえば同じなんですけど、ちょっとこっちの方が濃いので、今回はこっちでやってみようと思います。まあ、手持ちの色でこれに近い色があればそれで十分だと思いますけど、で秘伝のタレの場合は、もうよく使うんで、こうやってあらかじめ作っておいて、これをストックしてあって、いつでもまあここから使えるようにしてあるんですけど、ベージュ系とかはそんなに頻繁に使うわけではないので、まあ都度希釈して使ってますね。この瓶から、僕の場合ですけどね、こんな感じで、このマドラーを使って、適当に取って、もうだいぶ少ないな。なくなりそうですね。これを、こう、適当に取って、しかもなんかこれ、希釈してありました。すでに。多分、前使った時になくなりそうで、薄めたんでしょうね。ちょっと今回、最初から希釈しちゃったんですけど、で、これ、希釈してない場合は、エナメルの溶剤ですね。を、こう、入れて、適度に薄めて使うという感じですね。はい。じゃあ、あとは一緒なんで、この色でウォッシングをしていきます。そうだそうだ。この2回目の工程でちょっとおすすめなのが、窓ですね。ガラスこのガラスを、この茶色、ベージュ系の色で、こう塗っちゃって、後で拭き取ると、これもですね、まあ、汚れがいい感じで表現できるので、僕はこの工程の時に、だいたい、こう、窓一緒に塗っちゃってます。で、普通に頑張って拭き取ると、それなりの雰囲気が出るので、これは結構楽ですね。ただ、クリアパーツってご存知の方多いと思うんですけど、エナメル塗料で結構侵されやすいので、特にテンションがかかってる状態でエナメル塗料を塗ってしまうと、思いっきりひびがピシ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 って入っちゃうことがあるので、ちょっとそこは注意してください。なので、ちょっと怖いなっていう方は、やっぱり分解してバラして塗った方がいいかもしれないです。特にクリアパーツは割れやすいので、一回バラしてフリーの状態。組み込んであるとどこかにテンションがかかってたりする場合があるので、一番安全なのはもう完全に取り外してフリーの状態ですね。にして、エナメル塗料を塗るっていう風にした方がいいかもしれないです。ちょっと今回そのまま塗っちゃうんですけど、特にこの縁の方ですね。縁の方に塗っとくといいと思います。こう塗ってない場所があっても、後で拭き取るときにそこにも塗料は行き渡るので、変にシミというか、偏りになることはないと思うので大丈夫だと思います。端の方だけですね。で、まあ、実写の写真とかをできれば見て、どういうところにこの砂塵ですね、砂ぼこり、土ぼこりみたいのが溜まってるのかなっていうのをちょっと見て、まあ大体そのあたりを重点的に濃いめに置いておけばいいんじゃないかなと思います。なので、1回目に比べると、基本的には同じ作業なんですけど、そんなに範囲は広く塗らなくてもいいんじゃないかなと思います。で、こういう黒いボンネットとかも、全然色入れる意味ないんじゃないと思うかもしれないんですけど、結構変わるんで、こういう黒いところもですね、一応置いといて、色をのせといて、後で拭き取るというのをやってあげると、またちょっと雰囲気が結構出たりして面白いと思います。
で、この時に、さっきもちょっと言ってたんですけど、1回目で黒く乗せすぎたなっていうところ、調子を整えたいなと。ちょっと目立ちすぎるから、それを目立たないようにしたいなという場合は、こうやって上から塗り重ねるようにして、で、結局これも溶剤が当然混ざってるんで、1回目乗せたところをこう、塗り重ねていくうちに、1回目の色が落ちてくるんですよね。それで、濃くなりすぎたところをちょっと薄くしてあげるみたいな対応はできるので、この作業の時に、その辺もですね、見ながら、自分のイメージに近い、状態にしていくといいんじゃないかなと思います。今ここ、ちょっと濃いなと思ったんで、こんな感じで、こう、ちょっと溶かすイメージですね。溶かして、で、その乾く前にちょっと拭いちゃうみたいな感じでやってあげるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ大体塗れたので、ここからですね、また拭き取りの作業をしていきます。こう窓ガラスなんかこういう感じですよね。こう、塗ったところを、これでこう、拭き取るようにしてあげると、もう、それっぽくなりますよね。この端の方に残って、で、真ん中の方は薄く汚れが残るっていうような感じですね。こんな感じですね。でこの時に、また、同じような理屈なんですけど、こう、濃く残りすぎちゃったなっていうところは、筆でまた溶剤を取って、こう、ちょっと塗って溶かしてあげると。で、溶かした状態で拭き取る。こんな風にすると、調整ができますね。そういえばここバンパー忘れてたんですけど、ここ塗ってなかったわみたいなところも、後から全然こうやって塗って、作業途中でも塗って、別に必ず乾かさなきゃいけないとかもないので、こう塗って適当に拭き取っとけば、周りに対してですね、そんなに不自然じゃない、それっぽい感じにはなると思います。こんな感じですね。でもちろんこの作業するときに、ワイパーの拭き跡の表現とか好きな人は、マスキングテープでこう、イチョウ型に切ったやつをここに貼って、ワイパーで拭き取りましたよみたいな形を作ったりするのも面白いんじゃないかなと思います。フロントガラス思いっきり忘れてましたね。これも忘れてても、後からこうやって塗って、で、拭き取ってあげれば、周りに他の場所に対してですね、そんなおかしい感じにはならないと思いますので、こんな感じでいいと思います。こんな感じですね。そうそう、あと、これ完全に、今回やろうと思ってて完全に忘れてたんですけど、ちょっとまた戻っちゃうんですけど、このタレですね。このタレとか使って、ボディだけじゃなくて、シャーシも気が向いたらですね、もう超適当で大丈夫なんで、こう、塗っといて、拭き取るっていうのをすると、雰囲気がやっぱり出るんで、これも気が向いたらやってみるといいんじゃないかなと思います。特に目立つこういうところですよね。この辺なんて超適当で大丈夫です。むしろ塗りっぱなしでもいいぐらいですね。でこういう下回りというか、横っ腹とかも、全体、こうボディが汚いのに、シャーシが綺麗っていうのが気になる方は、こう適当に汚して、適当に拭くみたいな風にしておくと、馴染むというか、周りに対しておかしくない感じにはできるんじゃないかなと思います。はい、これで大体 OK なんですけど、あとは全体を見てですね、明らかに筆の跡が不自然に残っちゃってるなとか、ここ、なんか、わざとらしいなみたいなところがあったりしたら、その辺をちょっと微調整を、ところどころですね。全体を丁寧にやると大変なんで、
ところどころ目についた気になるところだけちょっと丁寧に手直し、調整っていうのをしてあげるといいんじゃないかなと思います。こういうようなところですね。こういうようなところ、ここは筆の跡が思いっきり残っちゃってるんで、こういうところは筆に溶剤をつけて、で、ちょっとこう溶かしてあげると。こうなんか押さえたりしとけば、筆の跡みたいなの消せると思うんで、ちょっとこれ、動画だと分かりづらいかもしれないですけど、これ今、全部消えちゃったんじゃないと思うかもしれないですけど、結構、調子は残ってます。はい。というわけで、これで第2工程がもう終了ですね。1回目は暗い色でウォッシングをして、2回目は明るい色というか、まあ、ベージュですね。土っぽい、砂ぼこりっぽい色でウォッシングをしてっていうところまでやりました。ミラー忘れてるわ。すいません。今気づいたんですけど、ミラーやってなかったんで、ミラーもよく忘れちゃうんですよね、ミラーって。これも適当で大丈夫です。ペーペーペーと塗っとけば。はい、こんな感じでいいんじゃないですかね。で、あとは、第3工程目ですね。3工程目は、これ、今使ったこの色ですね。これを使って、エアブラシでですね、グラデーション、下から上に向けて、下が濃いめに吹いて、で、上はまあほぼ吹かないっていうような感じで、ちょっとグラデーションで吹き付けをしてみたいと思います。まあ、あえて言えばフィルタリングっていう感じになると思うんですけど、じゃあこれはもう塗装ブースの方でやっちゃいますね。はい、こんな感じで一応タイヤは外しましたね。タイヤを外して、主に下の方から、もうエナメル塗料のさっきのベージュの色ですね。をエアブラシ用に希釈した状態で、まあ、特に薄めとか濃いめとかなく普通の希釈度でいいかなと思うんですけど、主に下の方から、上に向けて、要は下の方が濃くなるようにっていうグラデーションですね。で、塗っていると。ただあんまりやりすぎると、もう本当にベージュになっちゃうんで、軽くですね、もう軽くやって、で、こんな感じでハウジングの裏側とかもちょっと塗っておくようにして、まあその方が自然になるかなと思うので、であと、下回りですね。もう車体のお腹の部分も全体的にふわっと吹きかけちゃってます。で、最後にタイヤを取り付けて、まあ、タイヤだけ切れるっていうのもちょっとおかしいんで、タイヤを取り付けて、こんな感じで、まあ、なるべくムラにならないように均一にっていう感じで、まあ、タイヤが丸いんで、エアブラシの方もこんな感じで、くるくる回しながら、砂塵の表現ですね。として吹き付けを、しましたという感じですね。はい。というわけで、これで、フィルタリングですね。まあ、グラデーションで吹きかけただけですけど、こんな感じで、タイヤも今回塗ってますので、一気に、なんて言うんでしょう。こう、砂ぼこりを巻き上げて走るような場所を走ってきた後みたいな、そんな感じになってるんじゃないかなと思います。ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、下を濃いめにしてあるっていう感じですね。で、これまあ、普通の人が見ると、やっぱり、外で遊んできて、すっごい汚い状態みたいに見えちゃうんで、これ実際、さっきまで綺麗だったじゃないですか。で、塗っただけで、こう、汚く見えちゃってるんで、これ知らない人が見たらすごい汚いものに見えちゃうんで、お家に怖い人がいる方はですね、ちょっとその辺も気をつけていただいた方がいいかもしれないです。これ、このまんま別に外で遊んで汚い状態じゃないのに、リビングとか、どっかテーブルの上とかにポンと置いとくと、怖い人がいる場合は、ちょっと何そんなとこに汚いの置いて、みたいに怒られちゃうんで気をつけてください。はい、じゃあ、これでもう3工程目は終わりです。まあ、ちょっとエアブラシをお持ちかお持ちじゃないかっていうところで、できるできないみたいなところあるんですけど、もし、エアブラシ使える環境がある方はですね、この作業自体はめちゃくちゃ簡単で、一気に雰囲気が出るんで、僕は結構これおすすめですね。はい、じゃあ次、4工程目ですね。スパッタリングやっていきます。で、この作業は、まあ、タイヤつけたままでもいいとは思うんですけど、ない方がやりやすいので、タイヤですね、外して作業していきます。はい、じゃあ、最後の工程ですね、スパッタリングっていうのをやっていきたいと思うんですけど、その前に、ちょっとおまけで、泥表現ですね、をやってみたいと思います。
まあ、これは軽くやって、で、スパッタリングやっていきたいと思うんですけど、これですね、こういう、今、面白いのがあって、今っていうか、まあ結構前からあると思うんですけど、クレオスさんのウェザリングペーストっていうやつですね。これもうめちゃくちゃ簡単にリアルな泥表現ができるんですけど、こんな感じで適量を取ってですね。で、このままでもいいんですけど、今回はちょっと色があんまり合ってないんで、多分このままやっても違和感ないとは思うんですけど、念のためっていう感じで、2色ですね、ちょっと混ぜて、なるべく色を近づけて使いたいと思います。こんな感じで取って、で、これ混ぜると。3色か4色ぐらいあるんで、まあ、お好みの1色があればそれだけでもいいですし、できれば、2色ぐらい持っておくと使い勝手はいいかなと思います。で、ここで使うのが、できればこういうもう終わっちゃってる筆ですね。なんかもうこういうボッソボソになっちゃったやつ。こういうボロボロになった筆があれば、こういうやつの方が逆に使い勝手はいいんですけど、まあなければ全然新品の筆でも大丈夫ですね。で、なるべく毛は柔らかめのやつの方が使いやすいと思います。で、これでもうここにポン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 とつけていく感じですね。こんな感じで、ポン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 と、この、つけすぎた。ちょっと慣れないうちは慎重にやっていただいた方がいいと思うんですけど、このボッソボソの筆で、こう、ポン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 とつけていく感じですね。ちょっとこれつけすぎです。つけすぎですけど、まあこれ、つけすぎというか別にルールはないんで、好みでいいと思うんですけど、こんな感じで、まあもちろん、下の方、重点的にやるのが自然かなと思うんですけど、こんな感じで、ポン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 、筆に取って、それをこう、ポン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 置いていく感じですね。ただこれつけすぎても、このまま使っていけば、結構自然に取れてくんで、まあ若干強気で塗っといてもいいかもしれないです。なんか、ずっと使って走らせて遊んでるうちに結構取れてくんで、その自然に取れてく感じもまた、いい感じの味が出るんですけどね。こんな感じで、もうポン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 つけていく感じですね。で、やっぱりこういうバンパーの下とか、この辺はいっぱいつけとくといいんじゃないかなと思います。で、こだわってやる方はですね、これで一回薄めの色をこう乗せた後に、その一回り狭い範囲を濃いめの色ですね、をつけたりすると、もう本当にリアルな、ちょっと泥の湿り気が残ってるような表現もできたりするんで、そういうのもやってみると面白いと思います。今回は全部もう完全に乾燥したような雰囲気でやっちゃいます。ちょっとこれやり始めるとめちゃめちゃ時間かかるんで、ちょっと撮影時間の兼ね合いとかもあるんで、ちょっと今回はこの1色だけで済ましちゃいますね。これも結構やり始めると奥が深いので、2色とか使うと、多分YouTube とかに他の YouTube やられてる方、プラモの方ですね、の専門で YouTube 上げてるような方が多分そういうのを上げてると思うんで、気になる方はそういうの、検索してみるといろいろ出てくると思います。まあ、いつも言ってるんですけど、これラジコンなんで、まあ、そんなにこだわらずに、どっちかっていうと、僕の場合手抜きでやっちゃってるんで、ちょっとその辺を本当のプラモデルのリアルな表現とかっていうの興味ある方は、ちょっと調べてみると、それはそれで結構面白いと思います。ついでに、ホイールもちょっとやっていきますか。はい、じゃあ、あとスパッタリングですね。スパッタリングに関しては、今回はさっきのエナメル塗料をそのまま使うんですけど、ウェザリングペーストでも全然できます。今使った泥表現に使ったウェザリングペーストも専用の溶剤が売ってるんで、それで希釈すれば、それでも同じことができます。まあ、どっちでもいいですね。今回は普通にエナメル塗料で、ウェザリングペーストなんてないよって方もいると思うので、今回はちょっとエナメル塗料で。でこんな感じですごい薄めにして、で、なんかこういうのがあれば使い勝手はいいんですけど、なければ、さっきの100均のマドラーとかでも全然代用はできます。なんかもうこういう平らなものだったら何でも大丈夫ですね。で、筆に
塗料を染み込ませて、でこうやって弾くんですね、こうやって。そうすると、跳ねて、こう、色というか、塗料が飛び跳ねてつきますよね。これがまあ、スパッタリングっていうんですけど、一応、一番理想は、やっぱり、資料を見るっていうのがいいので、例えば、オフロード、クローリングとか、なんか、適当に画像検索して、それで出てきた実写の写真ですね。で、泥が跳ねてるような写真を見つけて、それを参考にするのがいいと思うんですけど、まあ、無難にやるなら、こういうタイヤの、こういうところですよね。あとは前輪だったらこの辺ですよね。に、跳ねさせると。例えば、ここだったら、ちょっとここやってみますね。こう、染み込ませて、で、慣れないうちは、こう、何もないところでどれぐらい跳ねるかっていうのをこう、確認して、それから、こう、跳ねさせる。こんな感じですね。そうすると、ビシャビシャと飛んだ感じになるんで、まあ、これは好みに応じて、ちょっと加減しながらやると。で、今度、リアですね。リアやっていきます。こんな感じで、今、この辺と、この辺ですね、をやりました。で、もうこれ本当に加減は人それぞれなんで、もうめちゃくちゃ汚くしたい場合は、めちゃくちゃスパッタリングをするという風にしてあげればいいと思います。で、まあこれを全部同じぐらいでやればいいと思います。これも、こだわってやる場合は、2色ぐらい使うと、よりリアルになったりしますね。あとは、一回やった後に、こう、ちょっと馴染ませてですね、なんていうのかな。ちょっと前に飛んだ泥にするんですね、こうやって。こう馴染ませて。で、ちょっと色もまあ、どっちかというと濃くした方がいいと思うんですけど、色を変えたりしながら、また新しく飛ばすみたいな。そうすると、よりリアルになったりします。今回はやんないんですけど、はい。これもちょっと、やり始めるとすごい時間かかるんで、こういう作業が好きな方は、時間をかけてじっくりとやられると面白いんじゃないかなと思います。で、基本タイヤはそんなにやらなくていいと思うんですけど、もし、気になる方はですね、タイヤもピッピッピッと飛ばしておくといいのかなと思います。あと、シャーシもか。シャーシもですね、気が向いたら、シャーシなんてめちゃくちゃ適当でいいと思います。こう、ビシャビシャビシャっとかけとけば、それっぽい雰囲気がより出るんじゃないかなと思います。はい。というわけで、若干ちょっと駆け足な感じでやっちゃったんですけど、今回以上ですね、全部で4工程やったんですけど、もちろん最初に言った通りですね、自分のやりたいところまでやれば全然大丈夫だと思いますので、これ面白そうっていうのがあれば、ぜひやってみていただければと思います。まあ、やる前に比べて、めちゃくちゃ汚くなりましたね。はい。これはもちろん、こういうのが好きな人と、なんでわざわざ汚くすんだよっていう人もいるかもしれないんで、好みの分かれるところだとは思うんですけれども、外で実際にこう遊ぶラジコンじゃないですか。で、結構綺麗に仕上げて、それを走らせているうちに、傷とか当然ついちゃいますよね。それが、目立っちゃうんですけど、綺麗な車体だと。こういう風に、最初から思いっきり汚してある車体だと、全然そういうのも目立たないですし、むしろですね、今回、普通プラモデルの場合は最後、フィックスって言って、トップコートですね。トップコートっていう透明な塗料を上からコーティングして、もうこの仕上がった状態が崩れないようにっていうのをやったりするんですけど、僕はまああえてラジコンの場合はですね、最後のトップコートは吹かずに、この仕上がった状態から走らせていくうちにまたちょっとこのつけた汚し塗装とかが自然に落ちていくんですよ。で、それの雰囲気も僕は好きなんで、このままもう遊ぶんですけど、そのあたりも人それぞれ考え方とか、いろいろあると思うので、もし
このせっかくやった汚し塗装を崩したくないよっていう場合は、最後にですね、トップコートっていうクリアですね。クリアを吹くっていうのも、全然ありだと思います。はい。というわけで、こういう汚し塗装をするとですね、結構外でガンガン走らせても、傷がついたりするっていうのが気にならなくなるんで、僕はもう、この WPL のラジコンで遊ぶ場合、塗装して汚し塗装までするというのはめちゃくちゃおすすめですし、だいたい自分の車もこういう風にしてあります。特に、実際にガンガン走らせて遊ぶための車両っていうのはこんな風にしてますね。はい。というわけで今回の動画ですね、以上になります。もしまた何か気になる点とかあれば、ご質問とかですね、コメント欄からいただければと思います。では今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。